Opening coherence. Hi. So, Rita Marie, maybe you can please hear so that you can listen to how it's going, yeah? We will keep this on. Yeah, let's do that. As soon as I get home, I'll be on. Okay, so I just leave this one on so that you can hear what we are saying about this event. Okay? So that we can follow up. Okay, great. ちょっとリタマリさんが、事故というかがあって事故じゃないですね、今家に入れない状態で、到着が数十分遅れますのでロリンが先に喋ってその後リタマリになりました。はい。はい。Hi Rick. Hi. How's it going? We made it. We made it. I'm so glad. It's starting in 8 minutes, and I'm seeing about 40 of us are here, and people are gathering here. Great. And I was going to. What are you? And Rita Marie's on her way. So we'll just start recording at 10. And today, and you'll be the one after a person from Hiroshima is speaking to tell a little bit story about this place where we are right now. And after that, I will introduce you, and then you start this slide. Okay? Who? Me? You, Roaring. Sorry, it's a Roaring, my friend. No, not me. It's Rick. So Aya is here. Hi, Aya. Yeah. Why don't you sit behind us? I want you to be behind us. Oh, okay. Is Junko there? Junko is here too. Junko. Yes. Yes. Junko, I'm here. Oh, I'm here. yay. Hi. Oh, wave your hands. Yes. Are you there? Hello. Hi. Oh, there you are. Hi. Hi. Konnichiwa. Ohayou gozaimasu. Oh, ohayou gozaimasu. Nice to see you. Hi. Good to see you. I'm glad to see your smiling face. How's your mom? Yeah. We're okay. Yeah. Okay, good. Hello. Hi, And this is to Sandy. Yeah. We'll be starting, and then we have some things we need to say before the show. Okay. Thank you. Hi. Wakaimasu. So everybody mute yourself unless you are speaking. すべての方はミュートをお願いします。喋ってる時以外はミュートをお願いします。発言をするときはミュートを外して喋ってください。それからリアクションボタンというのを使ってほしいです。ちょっと練習しましょう。みんなハートをつけられるかな。ハート、リアクションボタンに誰か電話してますか？スタッフの方が電話してます。ルイちゃんから大丈夫です。ルチは電話してる？もう終わってます。電話が鳴ってるので応答しましたけれども、かけてはいないです。私が電話してる？私電話が鳴ったので取った。それが欲しいですよね。リーブします。ちょっとメッセンジャー止めちゃいましょうか。ね、その方がいいかな。本番中までメッセンジャー止めちゃいました。純子さんにメッセンジャーをチェックしてもらったらいいですね。もし何かあったら。はい。じゃあ純子さんがメッセンジャーが入ってお願いします。もう4分前になりました。でメッセンジャーこの中で候補とか誰もいないんですけど、誰かが候補としたいんですけど、はじめさんと私となってないんですけど、教えてください。どこにいるのかですよね。でそれをしたかったんですよ。などを次の画面じゃないでしょうか。次の画面。はい。どうさんどれ？はじめこれかな。こっちは。
私が向こうに行って顔を出すと分かりやすいですかね。なんていう顔写真が色味格先だと思います。画面映しています。この画面に。純子服部、純子ちゃん候補としますね。純子ちゃんにいろいろやってもらって。ロロさんが見つかるね。私がなぜ気になりたい。ちょっと見ますね。でも純子さんの中がちょっと今ほっとしました。この中に誰もいないっていうのはね。ロロちゃんどこ？はい。ちょっと待ってくださいね。ロロちゃん。はい。皆さんロロちゃん候補と。あとはじめさんができる。Robin, I'll be making you co-host so that you can share the slide as soon as we are done with the introduction to the nice program of Coherence. We are starting in 3 minutes. はじめさんをしなきゃいけない。はじめちゃんどこにいるの？いや、名前がね、秀夫になってる。公民っていうのはどれで？はじめちゃんちょっと手振ってくれる？はじめちゃんはね、今1分前です。なんか寂しいで前に座ってくれる？一番前に座っていないとさ、スタッフとかお願いします。映ったらダメとかって言うとあり？会場に誰もいない感じでめっちゃ寂しいです。一番前に座って一番前にいていただけるとサポートになります。ちいちゃんが行けばいいと思います。はい、30秒前だ。はじめちゃんにまだ候補取り入れないや。今、純子ちゃんがチャットに貼り付けてくれたのが今日のみんなで歌う歌詞です。はじめちゃんどこにいる？今10秒前です。とりあえずはじめ。巻き込むコヒーランスっていう名前ですね。巻き込むコヒーランス。はい。そういう名前？はい。じゃあ、純子ちゃん候補取り入れる？いない。巻き込むコヒーランスではない。M のところにはいない。今入ってきた。純子ちゃん、誰かをコンポストにするとかできる？私からはできないです。できないね。今やろうとしてくれてる。ああ、本当。コヒーランスわかんない。はじめちゃん、ちょっと手を振るかハートをつけるかしてくれる？四角のアイコン。じゃあ始めていきますね。では私の方に戻ります。皆さんスピーカー準備してくださいね。あれを外せばいいんだね。ミーティングルーム外します。OK。おはようございます。Good morning, everybody. 第9回広島グローバルピースコヒーランスを始めます。We are now starting the 9th 広島グローバルピースコヒーランス。ようこそ今日はいらっしゃいました。Welcome everybody. We're live broadcasting from Hiroshima. そうなんです。今日ここは広島の巻き込むカフェというところでやっております。巻き込むカフェ is our friend's new supermarket and restaurant, natural supermarket と言いますかですね。で素晴らしい場所なんですけれども、このイベントを開催するにあたって現地オーガナイザーのロロさんに、広島この場所についてのちょっと説明をねしてもらいたいと思います。Before we start, we'd like to have Lolo, Hiromi, to speak about where we are right now in Hiroshima and what is this place? はい、皆さんおはようございます。会場となっているこの場所なんですけれども、平和公園の南側を走る、平和大通りと呼ばれる道の約1分ほど離れたところ、ごく至近距離にあります。皆さんは17万人以上の
方が原子爆弾で亡くなったということはご存知だと思うんですけれども、その中に、学徒動員、生徒たちが7200人が、亡くなりました。その生徒たちは建物疎開をしていました。そして、約その生徒たちの中の6000人の生徒たちがこの建物疎開中に原子爆弾で亡くなりました。このお店の近隣で働いていた生徒たちは全滅でした。平和公園は当時広島一の繁華街でした。映画館や旅館、商店もたくさんあり、そういった場所でした。その街も一瞬にして一発の原子爆弾で壊滅したという、そういう場所からお送りします。では、I'll tell you about in English, okay? Well, this venue for today's event is located about a minute walk from the road running south of Peace Park. And as you know, so great many people died because of the atomic bombs. More than maybe 170,000 people. Among them, there are so many students. And, well, around 6,000 students were killed by atomic bombs during the evacuation of the building. The students who walked here on the Peace Park was I'm sorry. Peace Park was the busiest entertainment district in Hiroshima at the time, with many movie theaters, inns, and stores. The town was also destroyed in an instant. Okay. So the number of victims of the atomic bombing during the mobilization of students was about 7,200 people. I'll put these stories on the chat later. じゃあ後ほどチャットに貼り付けます。Thank you. Thank you for listening to me. 今話してくれたロロさんは広島のスタッフの中心メンバーの一人です。今日のスタッフをちょっと紹介させてもらいますが、今私の後ろでこちらで純子さん、それからはじめちゃん、そしてロロさんとね、この3人がこのイベントを縁の下の力持ちで支えてくれています。ちょっと見えるかな、こんな感じです。でロロさんがね今語ってくれたことをこの後チャットで、書きたいと思います。So this place is very, very special, where the post-evacuation students were forced to work for war during the wartime, and because of that, they had to move from home, and they were forced to labor, working for preparing for the war, and 6,000 of them were killed here, where we are. And when I come to Hiroshima every event, this is a beautiful, beautiful city, beautiful and peaceful city. いつもね、広島に来るとね、すっごい美しくて、本当に平和な街なの。And I think that thanks to so many people's prayers for peace were put into here. それはね、たくさんの人がね、ここに来て祈りを捧げたからだと思う。And that's why we chose Hiroshima for our meeting. それで私たちはここでやるって決めたんですね。今回で9回目です。ここに来ると私たちのコヒーランスのね、平和の祈りが本当に地球から世界に届くんじゃないかという気がしてね、やっています。So when we pray together in coherence for peace, I think we can really make a difference in the world. That's why we are doing this. And this is our 9th event. And so many people are helping us. And I'm so grateful for all of you.And so grateful all of you who are joining us today. 今日は本当に参加してくれてありがとうございます。でまず最初始まる前に、リタマリーがね、ちょっと、アクシデントというか、緊急なことがあって今来られないので、私が、リードさせていただく意味やっといてって言われたんですよ。やります。
でその後今日は順番を変えまして、ロリン・マクラティ博士が最初に喋って、その後にタマリ・ジョンソンの話を聞き、全員でコヒランスの時間です。So, let's start our event with Coherence. このイベントをコヒランスで始めたいと思います。ここにいるあやちゃんは第1回目、私たち3人でこのイベントを始めて、アイダホからわざわざこのために戻ってきてくれたからです。合ってる人がいます。いろんな目的があったけどね、このためもあって来ていただいています。Okay, I'm going to lead you into coherence. どうぞ頭、心臓、お腹まっすぐにしてください。Well, we'd like to give you coherence. This coherence now. So put your head above your heart, above your belly. And put your hand to your chest area and close your eyes slightly if you will. Heart focus. 頭にある意識を下に下ろして、あなたのハートに集中します。Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. Heart 呼吸。Heart breathing. まるで心臓から息をするように、普段よりゆっくり深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you are breathing through your heart. 5秒で吸って5秒で Breathe in 5 seconds, breathe out 5 seconds, if you will. ハートフィーリング。 Heart feeling of appreciation. あなたのハートを感謝で満たします。 Fill your heart with a feeling of appreciation. コヒーランスになったと感じたら目を開けてください。 When you feel your heart is healed, please slowly open your eyes. それでは早速メインのプログラムに入っていきます。We're going to be moving to main program for today. A lot of people today are looking forward to listening to Robin McCarthy. たくさんの方がね、今日参加されてますけれども、ロリン・マクラティ博士の話を聞きたくて参加したかった人をちょっと手を挙げてください。みんな全員手が上がっていますね。OK、OK。So many of us. ということで、早速ありがとうございます。皆さんと一緒にやったこれは、コーヒーグランステクニックというんですけども、それをそもそも開発した中心人物のロリン・マクラティ博士です。 We just did a quick coherence. That technique is developed by Hartness Institute, and he's a chief scientist and director of research and also executive vice president of the institute. Dr. Robin McCarthy. Mike is yours. Well, thank you so much for that warm welcome. And it's always my honor to be here with you, and I'm thrilled that it's the 9th conference like this. And we certainly need more than ever, I think, peace in the world, and I really honor all that you've been doing, I think, daily for, I forget how long now, but a very long time, to add more love to the planetary field environment, which is what I want to talk about today a little bit. 4 years and a half. 4 years. ともかく皆さんと同じに私も世界平和ということが本当にもう私の発信であるし、
ここにこういうふうに参加できる場合がないかということを非常に光栄に思っておりますというような感じです。今ほど平和が必要されている時はそうですね。はい。Okay. So, today I want to, I think you've all been, heard me speak of the Global Consciousness Initiative and what you're all involved in really before, so I'm going to do something a little bit different today, some newer projects on the science side, and kind of just review a little bit about some of the new work that's really showing how love truly connects us. But before I do that, just how many of you have had, in maybe the last few days, last week or so, a situation where you were maybe asked to do something or thought you should do something, but you just had a deeper inner sense or feeling that that may not be the best choice? そうですね。今日のテーマは愛が私たちをお互いにつなげてくれるというテーマなんですけども、そのことに関してまず皆さんに、ね、質問したいんですね。それはなんか最近ですね、なんか皆さん何かしてくれませんかっていうようなことを頼まれて、でもなんか気が進まない自分で、これは本当にやっていいかどうかっていうような感じたことがありますか？ Okay, go ahead. And how many of us, this is, I think, true for everybody, but how when we've looked back and we didn't follow that deeper inner sense, the inner guidance signal, how often have we regretted that in looking back? それで、その時はそれをやるっていうふうに心の中ではやった方がいいよって言ったんだけども、それに心のまさにハーモンですね、私たちの洞察って呼んでるんですけども、それに従わなくてなんか後悔しちゃった、やっとけよかったなというふうに思ったことはありますか？いや、that's a raised hand. Okay, so just to make it really simple, it's the inner voice of our heart that is really our deeper inner source of inner guidance. 私たちのこの心の導きというのはまさにハートです。大事な、源といいますかね、英知のものなんですけども、そこからの重要な教えを導いてくれるところです。But what I'm suggesting here, I'd like you to consider is that the biggest source of stress in people's lives, just everywhere on the planet, is this lack of alignment between the inner dialogue with what our heart's intuition says and what our mind's saying is something else. And unfortunately, it's far too often that people follow the mind. And that's leads to the lack of peace, ultimately. で、今、本当に世界中に起きている、いろいろな混乱、というもの、ストレスですよね。本当にストレスの愛の世界と言ってもいいんですけども、それはまさにこのハートからの意志を私たちが見失ってしまって、私たちのマインドがその思考ですね、思考に従ってしまっているからだというわけです。So, when we talk about heart intelligence, this is a quote from Dr. Childrey, the founder of HeartMath, which I think is a nice way of thinking about heart intelligence. これはドク・チルドリー、ハートマス研究所の創始者のからのハート知性とは一体何かというふうな、の説明ですね。これ簡単に言うと、私たちのハート知性、ハートインテリジェンスというのは私たちの気づき、それから理解、それから私たちがハートにと一緒にコヒーラントになっている時、つまりハートと同期している時に出てくる私たちのマインドと感情、そういったものを洞察によって導きの理解と導き、気づきと理解と直感的な導き、そういう流れとしてハート知性をちょっと描いてもらいたい。で、このハート知性、この知性というものは
宇宙もですね、ソースと言ってますね、宇宙の根源から私たちの、今の日常の私たちの人々とのつながり、あるいは、お互いの相互の関係に、実際的にまた非常に簡単に手に入る方法やり方として、そこから宇宙から私たちが降りてくるものだと。でそのパワーによって私たちはまさに従属感、人生の幸福と言っていいんですけども、そこへの、直線的な、実際的な道に、導いてくれるというふうに思います。Thank you. Sorry if I took too long. All right. So this is, I may have shown this to this group before, but I think it's good to look at it again. And this is heart rhythm data, heart rate variability, the recordings of the hearts, in this case of a husband and wife who are 25 meters apart in two separate buildings. And what we see here is that their heart rhythms come into very much in sync. They synchronize with each other when they're feeling love and appreciation for each other. この絵はですね、見せているのは心拍変動 HRV あるいは心拍リズムのグラフなんですけども、これは、2人のカップルですね、主人と奥さんが書いてありますけれども、それがシンクロしている。実際にはそばにいなくて25メートル離れているときに別々のビルでに離れていてもですね、こういうふうにシンクロするんだというのを示しています。こういうのに非極材、心拍変動シンクロナイゼーションというふうに呼んでおります。 Okay. Now here's another example from a different married couple, but now they're 8,000 kilometers apart, so a great distance. And again, we see that when they're feeling love. And by the way, there's no Zoom connection here. This is totally free-running data. It's when they really sink into their heart and really feel that love and appreciation for each other that their hearts synchronize like this. そしてこれはまたしているまた別のカップルの例ですけれども、この場合は 8620km です。まさに地球の裏側ですねに行って、お互いに愛を感じた時の心拍変動がこのように動くようにシンクロしている、同期しているということが起きているというのを示しています。So true heartfelt love has no boundaries. ですから、よく言われるように、本当の愛には境界はないんだということをもう本当に科学的データとして示していますね。And when we're synchronized like this, what it's showing is that we're linked, that there's a true linkage between people. こういうように人と人がシンクロしたときはまさにつながりができているんだということを示しています。Now I'm going to change gears a little bit here, and this is data. I'm sorry for a complicated looking slide, but I'll try and make it simple. So this is Go ahead. Yeah, so this is data from what was called the International HRV Synchronization Study. So there are groups of 20 people in 5 countries. これはですね、国際的な、まさに、このシンクロのどのように、なるかという20人の人がですね、地球上に散らばって、参加してもらって、その時の実験のデータです。Okay, so what we're looking at here is how in sync the group's heart rate, each group's heart rhythms are in sync with the Earth itself over across many days.
And the tall green bar in the center, the darker green, is the day that all the groups did a 15-minute heart lock-in together at the same time. でこれは、どのように、地球のいろんなところにいる人たちがですね地球の磁場と表明しているかシンクロと言いますよねというのを示しているんですけども、ちょうどこの真ん中に出てる、濃いグリーンはいわゆる、あと6インチですけども、コヒーランスですね、同時にやった時のことです。非常に、つまり何を私は結論言っちゃいますけども、地球のコヒーランスと地球の磁場のリズムとシンクロするということですね。普段よりも。はい、go ahead. Okay, so just what this means is just being in the heart coherence for 15 minutes had a carryover effect that increased our synchronization with the rhythms of the earth for the next 24 hours. And this is true across all the groups. これはこのハードロックインという、いわゆるコヒーランスですね。皆さん、同時に15分間やったんですね。そうすると何が起きるかというと、そのコヒーランス、心拍変動がコヒーランスになって、その時だけではなくて、24時間キャリーオーバーエフェクトというんですけど、キャリーオーバー、これが継続効果、だんだん下がってきますけれども、でもコヒーランスになってくると、そのコヒーランスは一日中ある程度継続するということも示しています。地球の磁場と地球のリズムとシンクロするということです。Of course, intuitively it makes sense that it's a good thing to be in sync with the earth, the rhythms of the earth in its field. There's more and more studies. また直感的にも分かりますよね。地球のリズムとシンクロすれば当然これはいいことだということはお分かりと思います。More and more studies are starting to prove that, which I'm not going to talk about today. But 今日はお話ししませんけど、そのことに関してはたくさんの研究がもうなされています。How many of you, I'm just curious, are aware of or know about the Global Consciousness Project? This is different than the Global Coherence Initiative. これはグローバルコヒーランスイニシアティブとはまた違ったプロジェクトなんですけども、この皆さんの中でグローバルコンシャスネスプロジェクト、グローバルな意識プロジェクト 2.0 というのをご存知の方いらっしゃいますか？これ何時間かかるかと思って、これね、お願いします。助け舟って来るんだな、後ろの方って呼んでくれて、そんな答えるんですね。これだけですよ。でもね、そんなもんなの。ちょっとのことだ。大きなことじゃないんだ。水がお願いします。So not a lot of people familiar, or a lot Yeah, I of guess, どうですか？皆さん聞いたことありますか3人ぐらいじゃないですか。A few people. A few people. Okay, I need to kind of cover some background. So the Global Consciousness Project was started about 25 years ago at Princeton University by actually a good friend of mine, Dr. Roger Nilsson. このグローバルコンシャスネスプロジェクトというのは25年前にですね、プリンストン大学のロジャー・ネルソン教授が、博士が始めたプロジェクトです。And so what it is, you can think of as a globally distributed scientific instrument with devices, physical devices called random number generators that are all around the world. でこれはその内容どういうことかというと、ランダムナンバージェネレーター、乱数、日本語で言うと乱数表というものなんですけども、それをの発生器を世界中に置いて、測ろうというプロジェクトです。This network is all sending their data back to a central server that's time synchronized that used to be at Princeton. で、これはプリンストン大学に送られたものです
ですね。多分2001年なんですけども、それが最初ですね。So these two graphs are from another horrible time in history, when the terrorist attacks from what we call 9/11, you know, when the World Trade Towers were attacked. これは皆さんもよくご存知と思いますけども、911事件の時のデータです。And so the red lines are the output of this global network of devices. So the expected behavior is just to be kind of noisy and staying around the zero line, the black line where it says zero. で、この赤い線の方は、予想される世界の反応と言っていいですかね。So the red line shows sort of a perspective or the response of the world, so to speak. Well, right. I'm saying what we expect it to be is around zero, but you can see on the slide on the left, these are two different views in time of that event. That the global network went way out of random. In other words, there was something globally that when there's strong emotions, a lot of people have a similar emotion that interacts with these devices globally, they all start behaving in a different way, and that's when the red line changes and goes way up like this. それは911事件の時にすごく世界の人が反応したと。普段はゼロなんだよね。ゼロのあたりにいる。それが事件が起きた時の後ですね。すごくたくさんの感情が動いたという反応があったというのを示している。And on the graph on the right, which is the kind of less time but more spread out, is what this is showing. We can see that the network responded actually about 6 hours before the first part of the attack. So it showed a kind of a collective unconscious intuition. で実際にはですね、6時間前からその反応が起きてたことが右のグラフで分かります。ですから予期してたんですね、それが起こるってことをこのグラフからはそれを見ています。Okay. So this network has been running for 25 years now, and hundreds of events have been analyzed. And when we look at across the 500 what are called formal events, we won't get into the meaning of that. We see that the results of this are basically, well, 1 trillion to 1 that this is a chance finding, this is statistics. This is a huge, very significant finding. で、過去20年間同じようなもう100ぐらいのこういった研究をされて、それの結果分かったことはですね、いわゆる私たちは、事前にですね、それを予知するということですよね。確率が、1兆分の1ということですよね。はい。で、So what this means is that our consciousness, what we pay attention to, and the feelings, the emotions we have, is affecting the planet globally and interacting with physical matter, physical devices. ということは私たちの意識、私たちの考え、感情、そういったものが周りに、世界中の意識と言ってもいいですよね、に影響を与えるんだ。それが実際に事象にも影響を与えるんだと。意識と起こることが関連づけられているということです。確率をはるかに超えているということですよね。本来の確率だったら1兆分の1であるところがそれよりはるかに超える、来ている100以上あるということがすごいですね。私たちがどういう意識でいくかっていうのは世界中の出来事を変えてしまうってことだよ。はっきり言っちゃう。Then show that our consciousness could affect the happenings. No, not could, is, does. 起こりうるじゃなくてそうなんです。私たちの意識が事象を作ってるんですっていう証明だ。
そういう私はその表現としてそういう可能性があるんですだって言ったらそうじゃないよと実際にそうなってるんだっていうデータはね。Okay, thank you very much. Yeah, go ahead. So this graph, I'll go through this very quickly, but what has been shown in looking at these events that trigger a lot of people to have a similar emotion is that the more people that are involved in the event, in the media or whatever the event that get triggered, the larger the effect. So there has appeared to be a relationship between the number of people engaged and the size or effect size. このグラフが示している意味は何らかの、事件出来事に、それに関わる人が多ければ多いほど実際にその事象出来事にもそれが影響している。Okay. However, what we believe and what we're starting to see scientifically now is that it's not so much about how many people are involved, it has to do with how coherent and how coherently focused we are. で、それは私たちがコヒーラントであるのか、あるいはコヒーランスでないということによって、結果が変わってくる。数とはあまり関係ないことが最近分かってきた科学者として。つまり数が多ければ多いと思ってたんです前は。でもそうではなくて、コヒーランスの深さっていうか、コヒーランスの状態がいいかどうかなんだって今おっしゃった。So rather than the number of people, it's how they are coherent or not affects. So much smaller group who are heart coherent with a shared intention can have effects as large as many thousands of people who are not coherent. つまりね、人数が多ければいいんじゃなくて、コヒーランスの人がちっちゃな数でも少ない数でもいれば、それは大きく地球の出来事に影響を与えるんです。深さよりもコヒーランスの人が少人数で集まってやれば地球の出来事に影響を与える。だって私たちすごい。I said we are great. You are. Well, I wanted you to see this because for the last. だからこれ見せたかったんだって君たちがそれをやってるから毎日。Because what you are doing every day matters. 皆さんが毎日やってることがそれが意味を持つ重要なことなんですっていうことを言いたかったんです。数じゃないんだって。コヒーランスの方だって。Hey, people are crying listening to you right now. That's really encouraging. It's really encouraging because the number of people, we are just 100 of us. So just be in your heart and radiate love. It matters. Now this is I'm going to keep this. Go ahead. ハートに This is another. 愛を持って持つかということが大事なんです。Now, so what this study showed from the number of all the 25 years of events is that the events where we have a lot of love and compassion, that's what we're feeling and radiating, has a significantly greater impact on this global network than those that have a lot of emotion but aren't really love and compassion. 思いやりと愛が持つということは非常に大きなパワー、影響力を持っているということのこれは研究です。研究ですね。思いやりの結果、効果。What's this vertical? This is average score. The one before. Yeah, he wasn't sure what this is measuring. Well, I'm keeping it simple. Where it says high, those were events that had a lot of love and compassion, like Global Peace Days, Earth Days, things like this. Medium are big events with a lot of emotion, like Super Bowls, World Cups, big sporting events. A lot of emotion, but not a lot of love and compassion. And then low are things like terror attacks and shootings. Oh, I see. ハイがですね、愛と思いやりを持ったイベント、例えばアースデーとかグローバルピースデーなんかの時のグラフですね。その時にすごく大きいですよね。で真ん中がね、スーパーボールとかビッグイベントだけど愛と思いやりとかではね
でローの方はテロリストアタックとかそういった事件まあそうですね、シューティングとかそういう影響力のことですね。だから愛と思いの方が全然でっかいんだってことを今示してます。So I'm honored to tell you that Dr. Nelson has retired and has asked the HeartMath Institute and me to be the head of this to take over the Global Consciousness Project. でこの20年間プリンストン大学でやっていたドクター・ロジャー・ネルソンがもうリタイアしたので、実はHeartMath研究所に引き継いでくれということで私たちが継ぐことになったわけです。大変光栄に思っています。 So we've been working for about the last year with a group of scientists from IONS and of course Dr. Nelson and many others to develop the next generation, which we're calling Global Coherence Project 2.0. それがこの次の世代のグローバルコンシャスプロジェクト 2.0 ということなんです。はい、それを今やってるわけですね。So this will be, we know that there's a relationship between the number of devices around the world and our ability or the sensitivity to detect changes in the consciousness field. でこれはよりたくさんですね、このデバイス、装置があればよりこの効果が明確に分かってくるわけですけれども、それは、世界の意識、グローバルコンシャスネスフィールド、意識の場、意識のエネルギーの場、そのを測る今1000台のデバイスが置いてあるということですね。So we plan to have 1,000 of these devices. They look what they look like. こういう機械だそうです。それが1000台今世界中に置いてある。Around the earth, and this is a citizen scientist project where it's really people, ordinary people who want to be self-scientists and be involved can be a host for one of these devices. でこれは本当に皆さんのように一般の方の、市民、科学者というような形で誰でも参加できるように私たちはしています。Even us? Of course you, especially you. 特に皆さんにはやっていただきたいんです。So if you're interested in it'll be towards the end of the year when they're ready to be sent out. But there's a sign-up list, which is heartmath.org/GCP2- like you see on the screen here. So you can go sign up and be one of the first people to get one when they're ready. And they'll be about $250. That's what our これを cost. 買うには250ドルかかるんですが、今サインアップシートはですね、heartmath.org GBC コンセプト GBC2 プロジェクトで、申し込んでください。皆さんにはぜひやってほしい、これがローンチされるのは今年の末です。今は皆さんに参加を今がしね、お誘い募集しているところですね。Okay, so I hope many of you will get involved. たくさんの人に関わってほしいと思ってます。ありがとうございます。Okay, so just very briefly, I want to tell you about another project that's part of our research on showing, doing research on the interconnectivity between all living things, us, animals, trees, and so on. And this is another project that for monitoring the electrical activity or the electrical potential of trees around the world. これはもう一つのプロジェクトです。私たち人間とそれ以外の生き物、地球上に生きるあらゆる生き物との関係を電気学的な変化を見ることで研究するものなんですが、私たちは今トリープロジェクト、木のプロジェクトというのを始めています。So, this is what the electrical life of two trees here on our property, an oak tree and a redwood tree, look like over a couple of months. これは何ヶ月の間、私たちの研究所の中にある2本の木、1本はオーク、カシの木、それからレッドウッドの木の、コヒーランスというか、電位ですかね、を調べた、プロジェクトですかね、を調べたものです。So you see that trees have a day-night rhythm, a circadian rhythm, just like we do. 私たちと同じように木も、昼と夜のリズムを持っていたり。
And they generate very large voltages. そして高い電位、低い電位で随分発生します。So the way this works is that you have a device that goes on the tree, which sends the signals from the tree back to a base station in your home, which is connected to the internet. これは木の周りにあるデバイスをつけて、それをあなたの家の方にデータを送ってもらって、そのコンピューターから中心につなぐという、そういうプロジェクトです。Then you go to the website to see your tree and all the other trees that are part of the network. あなたの木と他の木がどんなふうにネットワークしているかというのを見ることができます。So once we have it, we just launched this a few months ago. これは数ヶ月前にローンチしたばっかりなんですが。So the research questions we'll be asking in the future are trees affected by human emotions? この研究の中で聞いてみたい質問はですね、人間の感情に木は影響を受けているのだろうかという質問です。So by having many trees around the world, and over time with many types of events, we'll be able to ask that question. それでたくさんの木を調べて、そしていろんな世界の出来事を重ね合わせて、この質問に行きますよね。この質問面白いと考えています。Now the other question, another one, is can trees help predict earthquakes? もう一つが地震を予知することができますか？木が地震を予知できるだろうかという質問です。The support for this actually comes from a Japanese researcher. これをサポートしている元の研究は日本の研究者から来たものなんですよ。Who has shown that trees will change their activity about 2 weeks before larger earthquakes. それによると大きな地震が起こる2週間ほど前に木はそのアクティビティを変えているという研究結果です。So then we'll also be, I think, able to ask deeper questions about why it is that the biofield of trees have an uplifting effect on people when we're out among the trees. で例えば木の中にね、森の中に入ると私たちがすごく気持ちよくなって、森林浴ってありますけどね、なるのかっていうそのバイオフィードバックのクエスチョンもありますね。生態にどういう変化を実際与えているのだろうかというようなことも研究したいです。So if you have a favorite tree in your yard, a larger tree, and would like to be part of this, be the host for a tree site, the website's up, and you can go there and learn much more about it, what it costs, and what's involved. Tree, just like you see on the slide here, treerhythms.net is the website. あなたのお家にね、お庭に、このプロジェクトに入ってほしい、測りたい木があったら、ぜひこのtreerhythms.netのサイトに行って申し込みをしてください。そのデバイスとかがね、いくらで買えるとか、どうやって申し込んだらいいかとかいうのはそこにあります。はい。So, this is my last slide. I just want to end with this, that we can come together, and I'm so honored of what you've been doing for so many years every day to add more love and compassion to the field. This is what it's going to take to create a new baseline for a new culture, a new deeper care and kindness and cooperation. And it's up to us. So let's all come together and continue to add more love and compassion to each other and to the planet. これが最後のスライドです。まずここにいる皆さんが毎日コヒランスを続けていらっしゃることに本当に感謝しています。私たちがコヒランスを毎日やってそのベースラインを上げていくことが地震の未来を左右します。私たちのより深い思いやり、親切心、つながり、愛などを上げていって、そういう文化をね、地球に作るためにベースラインをコヒランスと上げることを大事だって言ったそうですね。はい。コヒランスを高めることが、それのベースラインを作ることになる。Thank you so much. Thank you for inviting me to your home. Okay, I'll let you go, Rory. You can stay. Great day. Yeah, thank you. Yeah. Thank you so much. I now want to Thanks, invite- Roland. Yes, it's amazing. I wonder if Rita Marie is here.
she had to go out ちょっと彼女は家から出なきゃいけないイベントがあって、戻れるかどうか先にロリンさんをやってくださいということが先ほどありました。まあイベントにはね、つきものですね。Yumi, I'm here. Can you please speak up? Somehow I can't see you. I can't find you because I can't share the. Keep talking. Yeah, I'm here. Yeah, I know. Can you keep speaking? I'm gonna find you. I'm gonna find you, and you can raise your hand because I want to pin you. Okay. I want to pin you. Yes, I'm right here. And you see me now? I don't. Yes. I just raised my hand. 店頭に合わせてもね、ならない。ならない。Rita Marie, maybe can you raise your hand by response? I did. I did. I raised it. I've got my hand raised. ギャラリーはできないんだよ。ここだ。Okay, now I can see you. Okay. But somehow my screens. 違うことやっちゃう。Okay, ありがとう。Yeah, the speaker. Wonderful, Rita Marie, we got you finally. And here you are. Thank you. So here's Rita Marie Johnson. Rita Marie Johnson です。皆さん。Maybe you can start a quick coherence and then speak for about 10 minutes. Sorry. Oh, you want me to lead coherence again? Yes. Because I feel nervous because of what I just happened. Yeah? Okay, I will be happy to do that. もう一回コヒランスしてくださいとお願いしました。私がざわざわしてるので。All right, friends, I invite you to bring your hands to your hearts. And now let's focus down into those beautiful hearts. Heart focus. 意識を集中します。And now breathing deeply and rhythmically as if breathing through the heart. And now feeling appreciation for whatever's easy for you. Just filling our hearts with those big, big smiles. Heart feeling of appreciation. 簡単に感謝できるのですね。あなたのハートに対するハートが感謝の笑顔になります。ハートフィール。And when you're ready, I invite you to open your eyes. コヒランスになったら目を開けてください。Welcome, Rita Marie. Please Thank start. you. Yes, I'm so grateful to participate once again in this gathering. I'm inspired by Roland's presentation, and it's so encouraging to know the difference that we're making. まずこのイベントにまた参加できることを本当に光栄に喜んでいます。皆さんのこのイベントにとてもインスパイアされ、喜んでいるので、これが私たちどれだけの、違いをもたらしているかということに気づいています。And at the same time, I know you don't have school shootings or these mass shootings going on in Japan, but it is a very painful situation that we're going through in the United States. 皆さんの日本ではね、学校の襲撃事件とか乱射事件っていうのはないですよね。今アメリカではそのことで深い痛みがあります。I know we all yearn for a more peaceful world, and we are using Coherence to create that. 本当にもっと平和な世界を切望していて、そのためにコヘレンスを使いたい。
And we know that to create a more peaceful world, we've got to have peace in our schools. でその世界を平和にするのに、まず学校に平和がなかったら学校に平和をって言うんですね。So recently, in order to overcome my own sadness, I did some research that has given me some clarity and hope about how we can do a better job of creating peace in schools around the world. それでこの学校でのね襲撃事件があってから私は自分でいろいろ調べてどうやったらもっと良い仕事ができるか、学校に平和をもたらすために世界中のね学校に平和をもたらしたいって今思っていて、いろんなリサーチをしたんです。それが私がよりクラリティ、明確さとクラリティ and hope、 希望を得るためにやったことです。Yes, so the U.S. Department of Education and the Secret Service did a national study in the United States on threat assessment in schools. 学校へでの教育評価についてですね、実はアメリカの教育省ってアメリカは違う名前かな、文科省になっているところですね。あとそれからシークレットサービスがある研究をしました。学校の教育評価ですね、スレッド。And what they found was that the primary factor causing these threats in schools and violence in schools was lack of connection. でそれが、ね、その研究結果見つけたことっていうのは、学校に脅威があり暴力を生む原因となっているのはつながりがないことだという研究結果だったんです。So I think most of us already knew that. ここにいるみんなはね、そのことを知ってますよね。ここにいる皆さんは。But it's always encouraging when science confirms what we know intuitively. でもね、すごくそれが私たちを封じづけるのは科学がそれを裏付けている。私たちが直感的に知っていることを科学によって裏付けられることはとても勇気を鼓舞されます。So then, recently, another study came out that was done by two professors, and what they did was study all of the people who had committed mass shootings. I didn't get it. Professors who? These two professors studied the characteristics of mass shooters. Yeah, okay. 2人の教授がですね、これ別の最近の研究結果なんですけれども、2人のある教授がですね、この乱射事件をやった犯人の性格、キャラクタリスティック、どんな人物かというのを調査しました。And what they found is that the foundation of this problem was childhood trauma. で、その問題の根源は子供の頃の幼児期のトラウマです。ということを発見しました。Some types of abuse that created disconnection inside and disconnection from others. アビューズ、虐待、幼児期の虐待によってですね、その方がその犯人というかマスシューティングをした人はまず自分とのつながりを失い、そして周りとのつながりを失ってしまったという研究結果でした。So the one study says the problem is lack of connection, and then we see mass shooters are really all about disconnection inside and from others. 一つの研究が、学校の暴力の脅威の、ね、原因が、つながりがないことだと結論付け、もう一つの研究は、その犯人たちに起きたことは子どもの頃の虐待によって自分とのつながり、そして犯人とのつながりを失ってしまったことだと言っているのです。So where is the hope then? そしたらどこに希望があるんでしょう。A third study
by the National Council on the Developing Child at Harvard. で子どもの発育に関する、国家ナショナルカウンシル子どもの発育に関する国家的な研究ハーバード大学が行いましたがそれによりますと And this council did research on kids who were faced with adversity, significant adversity, and what are the factors that help kids overcome significant adversity that causes the disconnection. でそのカウンセルが、子どもたちが受けた逆境の子どもたちがどうやってそれをね克服したかっていう研究をした。でその Yes, can you go on a little bit? So they did a study on the adversity of the child and Yeah, how to overcome. On how to overcome. What are the factors that help kids overcome these things that cause disconnection? Yeah, I got that. Yeah. Okay, so it really boils down to two things. でそれを克服するために必要だったことは2つに集約されます。One, a caring relationship with a supportive adult. Supportive adults? With one adult. One adult. If they're able to just have one adult. One. Yes, but one is good. 2つ目のそれに必要なことは、たった一人の大人がケアリングな思いやりのあるサポートをする大人がいること、まあ親とかですよね普通は。Usually that's parent. Usually. Yeah, but it can be. Not always. It can also be a different family member or a teacher. Yeah. でそれは、まあ、この子どもたちの場合はそれが叶わなかったりするわけでね親とかに虐待されたしだから、それは大人であればそれが先生かもしれないし他の家族かもしれないしその子供の周りの大人だったらいいわけですねたった一人必要一人You need one. For example, how many of you had a teacher that really made a difference in your life? あなたに聞きたいんだけれども学校の先生であなたの人生に影響を与えてくれた良き影響を与えてくれた先生っているでしょ、いるよね。Yes, we do. Okay, the second factor 2つ目 is that the student or the child must learn the skill of self-regulation and mastery, skills that lead to mastery over life circumstances. もう一つのは、self-regulation 自己コントロール能力かなをマスターした人そのスキルをマスターすることが必要ですかね。Okay? Like so you're talking about emotional regulation. Yes. Exactly. Emotional self-regulation, and then building the confidence that they have mastery over life circumstances. Building the skills that cause them to be confident in overcoming life circumstances. 人生で何が起きてもそれを克服できるという自信が持てるような、レベルのマスターレベルの自己制御能力っていうのが大事だそうです。感情のコントロールですね。You're talking about connection practice, Well, and coherence. Yeah, coherence. No, and all of you. Who are all of you but these caring adults that can bring these skills out into our world, to our children? ですからここにいる大人全員、あなたたち全員は子供にこういったスキルをもたらすことができるわけですね。私がさっきコネクションプラクティスですよねってそれもそうだしコヒーランスですよ。ここにいる全員がそれができるでしょって子供に大きな影響を与えられますよね。So, in essence, what these three studies spell out is it's not rocket science to reduce this violence simply by getting one
caring adult with these kids who knows how to help them build the skills of coherence, which helps with emotional self-regulation, and of course the connection practice that helps us to build solid confidence that we can master life circumstances. ですからその3つのね研究が教えてくれていることというのはあのような襲撃事件といった暴力事件を防ぐことはロケットサイエンスではないって日本語はなんていうの、そんな難しいことじゃないっていうとねロケットサイエンスはいらないんですね。たった一人の大人がいればその人が思いやりを持って一人の子供に対して一人の思いやりを持った大人がいてその人が例えばコヒランスのスキルそしてコネクションプラクティスを教えてあげるようなね自己制御できるわけですよね。それによって大きな違いを生み出すことができます。Yes. So you see, it's not complicated really. We just need to ensure that every child has at least one caring person in their lives who knows how to teach them these skills. That's what we have to do. What did you say? I said that's what we need to do. Yes. That's really clear. そんなに複雑なことじゃないです。すべての子供がたった一人の大人、思いやりを持ってこのスキルを伝えられる大人がいればいいんですね。それを私たちはする必要があります。I totally agree with you, Tamari. So we are here to be that one adult, each one of us. Exactly. And, you know, we can really come at this, for example, with our Champions of Youth 3 workshops, where we are offering these free opportunities for teachers to learn how to be that one caring person for a student who's in trouble. Can you show the slide of maybe your events, if you want? だから必要なことはね、私たちが今やろうとしているのは先生たちにそのスキルを伝えようとしていて、チャンピオン・オブ・ユースってアメリカで言うんだけど、日本語何にしてる？若者のチャンピオン、若者をサポートする若者リーダーっていう子供リーダーを今育てようとしていて、そのための無料ワークショップ、奨学金付きのワークショップとか無料のワークショップを提供しています。で、先生やそうですね。子供に関わる全員がね、あらゆる大人です。子供と接触があるあらゆる大人のことをチャンピオン・オブ・ユースっていう呼び名をアメリカではしています。子供いいね。日本語は何？チャンピオン・オブ・ユース。Okay? And then, after we offer them a free workshop, and then we are getting donors to give scholarships to take them to the next course. So we're doing everything we can to create that one caring adult who has the skill to pass on to that young person so they don't end up being a school shooter. その子供が大人になってね、大きくなって学校でスクールシューターって言うんですけど、そういう男性事件を起こさないように私たちが今全力で取り組んでいるのは、一人の大人が一人の子供にスキルを教えられるようになること、そのためにチャンピオン・オブ・ユースというのを育てていて、無料のワークショップの後は今度長いコネクターのコースを学ぶんですけど、それに関してもスカラシップ、奨学金を集めてその人たちが無料でも受けられるようにするのに今全力投球中です。Thank you. Yes. So just to close, it's practical. We're doing it, and it's based on scientific research. 3 different studies lead us right to that conclusion. And we are doing it, and you are doing it, and I'm so grateful. だからこのことは本当に科学でも証明されているし、実際的私たちも実際にやっていることだし、あなたたちもすでにやっていることです。Thank you so much. Yeah, we are so honored to have you, and thank you for making time for us. 本当に今日はね、大変なイベントがあった、チャレンジがあった中で三玉兄さんに来てもらって感謝しています。I'm so grateful, and maybe you can show your appreciation to 三玉兄。どうぞ三玉兄に感謝の顔かわかんないけど、これに移ります。
会場の皆さんです。日本中でここにいる人たちで大勢の人がねコネクションプラクティスを習っています。Many of us here are learning connection practice. Here is Junko, this is CYI, and Lolo, that was Sur, and now you see now this is Rasul, this is Rasul, Choco, and us here. たくさんのコレクションプラクティスを伝えたり学んだりしている人が集っています。Thank you, Tamari. それではいよいよグローバルピースコヒーランスを練習します。先ほどのロリンさんの講演の中で15分間コヒーランスを保つと1日それが継続するという科学的なデータが出ているというのを習いました。なので皆さん15分コヒーランスというのに今日は一緒に挑戦したいと思います。We just learned from Rory McLarty that if you become coherent, maintain the coherence for 15 minutes a day, that carryover effect is 24 hours. So let's practice that together at Hiroshima Global Peace Coherence Day. And I'd like to invite you to have a cell phone, ready either Android or iPhone. And there's a free device right now by Patmas Institute, which is a Global Peace Coherence app. グローバルピースコヒランスアップを立ち上げてください。そして、登録をしてない方はね、後でやってあげますね。登録をして、私たちのグループはグリーンファイヤー01というコードを入れて、セッションをスタートすると測ることができます。この指のところにカメラのところに指を当てるとあなたの心拍を測り、それによって心拍変動を測ることができます。今これ限定期間中だけ、無料で提供していて、この後限定期間の後フィードバックをもらって有料に移行する、そういったデバイスで今だけ使えるのでね、ぜひ使ってください。This is a time set, how to say? This is for free, just for now. They'll be making it with a monthly cost to use this free device right now, Global Coherence app, and you can just use it without ear sensor by putting your finger to your camera. So everybody can put on the code GreenFire01、GreenFire01 を入れていただくと私たちのこのグループに入ることができます。Now I'd like to invite you to become coherent, and here is Tachi かな？ Tachi いますか？タチ、写真見せてくれるかな？はい。こんにちは。こんにちは。いたー、嬉しい。Spotlight for everyone。アルピンですよね。タッチを加えます。Vitamari, you want to be Alpine or you want to stay here? During coherence. I don't need to be spotlighted. Is that what you're asking? Yeah, I'm asking about that. If you want to be here. People appreciate you being here. Yeah. I'm happy to be here. I just don't want me to be spotlighted. I'm right here. Okay. Yes. Whatever you want to do. Yes, I'd like you to be here because you are the foundation of all of us. 私はリタマリにここにいてほしいとお願いしました。なぜならあなたがここにいる私たちにその教えを教えてくれた根本、源だからです。Without you, we won't be here. あなたがいなかったら、あなたがいなかったら私はここにいないと言ったら、あなたがいなかったら私もここにいないと。お互い様ですね。Mutuality is met. それでは今日私がここにご紹介したいのは、福島キッズプロジェクトでハワイに来たことのあるタッチです。Maybe ちょっとだけ自己紹介してください。どうしてコヒーランスを知ったのかな？はい、こんにちは。こんにちは。福島県に住んでいる立川優太です。その中学生の頃にユミさんとゲンさんの家に行って、そこで一緒にコヒーランスをちょっと学ばせてもらいました。
最近でもテストとかあると、そのテストの2、3分前とかにコヒーランスをして集中してテストをできるようにしてます。So when I was a junior high school student, I live in Fukushima and I went to Hawaii and staying at Yumi&Gen's house. And there I learned about coherence. And even today, I'm a high school student, even today I use coherence. Just before testing, when I'm nervous, I use that. じゃあ今日は最初のクイックコヒランスをタッチにリードしてもらいます。So, タッチ will be leading us into coherence, the first 3 steps. お願いします。はい。頭、心臓、お腹をまっすぐに。手のひらは胸のあたり。軽く目を閉じて、ハートフォーカスです。When we let me invite you to coherence, just feel your head above your heart or your belly, and put your hand to your chest area and close your eyes slightly to your heart focus. 頭にある意識をゆっくりと下に下ろし、ハートに集中します。Bring down all your consciousness from your head to your chest area. Focus all attention to your beautiful heart. ハート呼吸。Heart breathing. まるでハートが呼吸しているかのように、ゆっくりと深く呼吸します。Breathe a little slower and deeper than usual, as if you are breathing to your heart. 5秒間で吸って、5秒間で吐き出します。Breathe in 5 seconds, breathe out 5 seconds, if you will. ハートフィーリング。Heart feeling of appreciation. ハートを感謝で満たします。Fill your heart with a feeling of appreciation. ありがたいなという感謝の気持ちでハートがにっこりします。And now you can make a big smile in your heart with a feeling of appreciation. ハートが感謝で満たされたら全身に広げます。If you feel your heart is filled with the energy of appreciation, extend that energy to your whole body. その時、体の気になる場所があれば、そこに感謝を向けます。If you have any parts of your body with concern, you may just focus your energy of appreciation to those areas. 全身が感謝で満たされたら周りの人へ送ります。 And now you may radiate your energy of appreciation to all the people around you. 「
なたの家を感謝で満たします。 Fill your house or room with your energy of appreciation. 家族と友人を招待します。 And you may invite your family members and friends there. 今、コヒーランスに参加している一人一人に感謝を送ります。 Extend your energy of appreciation to each one participating in this coherence at the moment. 一人一人に健やかさと心の平安も送ります。 You may extend your energy of well-being and peace of mind as well to each one on this call. 私たちが感謝と健やかさ、平和のエネルギーで一つになります。 And now just feel we are united as one with the energy of appreciation, well-being, and peace. そのエネルギーをあなたの町の人へ送ります。 Extend that energy to the people of your town and the city. 広島の人へ送ります。 Extend that energy to the people of Hiroshima. あなたの国の人へ送ります。 Extend that energy to the people of your country. あなたの大陸の人へ送ります。 Extend that energy to the people of your continent. あ
球のすべての人に送ります。Extend that energy to all the people on this planet. 私たち全員の感謝、健やかさ、平和のエネルギーで地球を包みます。And now embrace our Mother Earth with all energy of appreciation, well-being, and peace. そのエネルギーを地球のすべての命に送ります。And extend that energy to all the living beings on this planet. そして空へ宇宙と言います。Then extend that energy to our sky and universe. 最後にそのエネルギーを自分自身に送ります。And finally, bring that energy back to yourself. ハートフォーカス呼吸を続けます。Keep heart-focused breathing. 私たちが感謝、健やかさ、平和のエネルギーでお互いと地球、そこに生きるすべての命、空、宇宙とつながったなぁと感じたら目を開けてください。 If you feel we all get connected with each other, the earth, all the living beings there, our sky and universe, with all our energy of appreciation, well-being, and peace. Please, slowly open your eyes.どうもありがとうございました。ありがとうね。来てくれてありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。時々ね。ありがとうたち。いや、はい。
Hey, I will do the open mic. Anybody who feel like speaking a few words from this experience, please show your hand and speak. I'd like to, actually, Rick, who's been leading US Coherence every day, please speak. Yeah, hi guys. Hi, let me translate. I just want to say, say in Japanese. どうぞ皆さんからちょっとだけね、今の感想、2、3人なんですけど、聞いてみたいです。Unless you speak Japanese. リックさんはアメリカのおはようございます。アメリカのコヘランスをリードしています。リックさんです。Yumi will keep teaching me, and maybe one of these days I can do it in Japanese. 日本語でもできるよ。Oh, no, not this one. I want to say thank you for you all for continuing to do this coherence with us here in America. It means so much for all of us here in America because it's so important to keep that peace on the earth. And Tashki did a beautiful job with the coherence, so thank you. And I just can't wait to see you all sometime, and hopefully it'll be soon. I know we're going to see you guys in Hawaii sometime soon. So thank you very much for the opportunity. Yeah. So I gotta go. Good night. It's from Konbanwa. Hi. What time is it for you now? What time? 10:30 p.m. 10:30. Okay. Yeah. 私はね、皆さんがこのコヒランスを続けてくれて、私たちアメリカ人をね、招待して一緒にやってくれることを本当にありがたく思っているんですね。タッチすごいコヒランスリードよかったよって言っています。あなたたちに直接会える日を本当に楽しみにしています。多分ね、ユミとゲントはもうすぐハワイで会えると思うんだけど、ここにいる皆さんともお会いしたいです。Thank you. 今このね、平和がこれほど必要な時がない時にこのコヒランスにすごく意味がある。Thank you, Rick. You bet. Bye bye. Bye. もうね、10時半なんです、夜の。10時半なんで。Good night. We've been standing. Yeah, good to see you, Aya. Bye bye. Bye. それからね、いつもここに来てくれてる太子さんたちがいるので、一言だけ見てくれる。太子さんはいつもここのスタッフだったんですけど、今回は福岡で参加してくれています。太子さんどうぞ。皆さんこんにちは。ここは福岡にここ6人見えてます。私は。どうしても今年は私の個人的な都合で行けなかったので、何か行けなくても役に立てたらいいなと思って6人分ここに集めました。みんないっぱい6人でやってます。でとってもね、いつもと違うパワーを感じたし、これ以外にもコヒランスを送りたいがんの方でね、行って約束してたので、同時に私もみんなで守ってますよということで送りました。で、こんな形の参加もいいですね。本当にいろんな各地がプロジェクトを作って、サテライトを作って、4人でも5人でもそういうところがたくさんこれからもできたらいいなと思いました。ありがとうございました。Usually I'm participating here in Hiroshima, but this year I have my own project and I'm participating with 6 of my friends, and I'll be brief. It's really great to be able to contribute this way, and maybe there's a new ways everybody can gather a group of people and participate like that. So I'm so happy to be here. ありがとうございます。他にもルチアもね、今日ね、OK。マキコも喋る？マキ喋るとした？違うと思います。多分ルチアに喋ってほしいな。ルチア was our staff member and she chose to be in her home right now for health reasons, but she's supporting from the technical side. ルチアはテクニカルのサポートをしてくれています。どうぞ一言。はい、ありがとうございます。今回ちょっと私の体調のことで
現地に参加することはできなかったんですけれども、こうやってオンラインでテクニカルサポートをしながら見せていただくことで、今日たくさんの学びを得ることができましたし、私がなぜこの世に生まれてきたかの本当の理由、与えることの喜びを知ることっていうのが今のコヒーランスの中で出てきました。そして親と出会ったことの意味とか、たくさんのことを学ぶ機会となりました。本当にありがとうございました。マリです。Because of my health reasons, I couldn't be there, but I was supporting you all from technical side, and I just got insight of the joy of giving and the reason I've been born, and I just learned so much by being in technical support today. So I'm so grateful. I'm grateful to my parents and who I am. ありがとう。そしてこの場にね、たくさんのラスールがいるんですね。ラスールの人すいません、手を挙げて、手を挙げてっていうのはリアクションハンドで手を挙げるのでっていうのはリアクションハンド使うといいんですけど、手を挙げるなんかね、ハートマーク、ここにね、ちょっと名前言いますね。で、many of us here today、タイコでしょ、それからルチアでしょ、それからあやちゃん、手を挙げて、あやちゃん、手振って、今ちゃんもいた、今ちゃん。それからロロ、今日喋ってくれたロロさんで、ここにいる京子ちゃん、京子ちゃん誰か映せる？京子ちゃん映してくれて、そして、なおさんは会場に来てくれるって思わなかったので本当嬉しい。なおさんはね、第1期生、それからゆかりもラスール、それから千葉のしのちゃん、畑からありがとう。Those are the rasul for teaching connection practice in Japan. あと誰だろう。ちょっと、声出したり口出したりしてくれる。そしたら私そうとしてください。他にいるかな。っていう。ちゃん。角谷あやちゃん。角谷あやちゃん最初に言った。ありがとう教えてくれて。で、コネクションプラクティスを習ったことがあるよ。ちょっとでも習ったよっていう人どれぐらいいますか。ハートを押してください。はい、ハートを押してくれる。コネプラ習ったことあるよ、知ってるよっていう人ハートを押してくれますか。ありがとうございます。それから、朝のデイコヒに出てるよ。これはもう全員デイコヒ出てるよ。出たことあるよっていう人もハートを押してくれますか。ありがとうございます。たくさんのハートがつきました。Those people with heart are being participating in their Coherence, and also the one before I introduced is a certified trainer of connection practice.So I'm so grateful to be able to do this event with you all. このイベントを皆さんで一緒にできて本当に嬉しいです。皆さん何か言うことありますか？あやちゃん言ったことありますか？あやちゃんね、アイダホあやです。あきら、親子で来てくれてます。お父様がウクライナであることをどうでしょう。はい、朝のね、デイコヒでも、お話しさせていただいたんですけれども、夫がウクライナの出身で、本当にコヒーランスをね、毎日一緒にしてくださったおかげで、私の心の平和も保てましたし、そして今日ね、ロリンさんのお話にあったように、皆さんが毎日少人数でも深い思いで愛と思いやりを送ることが世界を本当に変えているっていう実証がされてます。そしてそれが必ず世界に届いているっていうことを私は今日確証が満たされて、本当に今日ね、ここでまた始めた広島でゲンさんとユミさんと一緒に、そしてここにいる会場の皆さんと一緒に最初からサポートしてくださったロロさんやジュンコさんやはじめさんと一緒にこの場でまた皆さんとご一緒できたことに本当に感謝しています。はい、どうもありがとうございます。そうです。はい、I'm so grateful to be here, where we started this global peace coherence back in 2018, I think, yes, with Yumi&Gen from the insight that we had together, and then with Lolo and then Junko and Hajime that supported us from the beginning. I'm so grateful to be here with all of you, especially with the people gathered here together in Hiroshima after having so many experiences with my family from Ukraine, including my son who is here. So thank you very much for having this opportunity, and peace to you all from Hiroshima. ありがとうございます。
間過ぎてしまったので、今日参加してくださってありがとうございます。この後ね、ここに今日は画面で参加しているルチアがイニシアチブを取って、みんなから歌詞を募ったんですよ。で、コヒーランスで洞察しながら作ったコヒーランスワールドという歌をみんなで、歌いたい。だから準備をしてくれますか。So now we want to move to the Coherence world, sing the song together. This song is 静かにお願いします。This song is initiated by Richard, who is the technical support today, and created by many people, given viewers, and we put that together to create a song in using coherence and insight with the marine. This is really coherent song, and it's quite amazing lyrics. And Junko here has the English of coherence world, Junko. So she translated that for you, Rita Marie, and sent that to you the meaning. So Junko maybe will be able to share with you again. She has sent that to you before. But the meaning is all about connection practice, actually, the teaching. So we'll be singing that together. Computer. 撮影をしながら喋りながらやっていますが、これからコヒーランスワールドという歌を一緒に歌います。で、私とゲンさんが演奏させてもらいます。今日ね、同時に皆さんに歌詞を送ろうと思ったんですけれども、結局チャットの方にジェンコさんが貼ってくださっていますので、いや、それはそれを見てチャットの方に貼ってあります。そこでやる？チャットにも貼ってあるって。マイク。私たちこれじゃないの？もうちょっと下がって。これはいいですか？もっと後ろですか？譜面がいりません、皆さん。私マイクいらないよ。フルートは大きいので、マイクはないです。じゃあこの辺？その辺で、はい。この辺で？で、ゲンさんの。はい。So we'll be singing together, and many people here are. それさ、歌うと。クイックコヒーランスしようかみんなで。騒がしい。こっちのマイクで混ざって。OK。私これ出した方がいいですか？こうだけテレビ出しましょう。はい。はるめちゃんの。じゃないとずれる。それでは皆さん、歌詞は準備できてますかね。純子さんがチャットの方に貼ってくださってるので見ることができると思います。The lyrics is in the chat, so you may be able to see that. はい、ここにね。そして着してコヒーランスワールドのコヒーランスワールドをかけますね。これをする前にですね、ちょっとだけ最初だけ指揮をして、はじめさん。はじめさんに指揮してもらいましょう。そう。いや、スタートっていうかフルートが一巡してからね。最初からね、もうずっと最後まで完成まで。いきますよ。いけるかな？聞こえますかね？これでいけるかな？朝も涙の夜も
「
りがとうございました。いや一旦ここで止まりますね。皆さんにお別れを。いろんなハプニングがありました。今日はね、リタマリ・ジョンソンがいないところから始まったんで。Thank you very much for everyone for participating, and we'll be closing the official part of the Coherence. This is our 9th, and our 10th will be on the December 18th of this year. 次回は第10回広島グローバルピースコヒーランスは12月の18日開催になります。合っていますかね。12月18日で合ってますかね。はい。では皆さんそれ今カレンダーにマーク書く。はい。宣伝隊長の書く。私たちのもうすごいサポーターちょっと彼女をね宣伝部にリクルートしたいと思うんですけれども、12月19日18日かな、第10回なんでね、もう少し違うというか大きくやりたいなって思っていることをお伝えしておきます。そのための準備を今から始めます。でこの後なんですけれども、一旦クローズしてね、コヒーダンスという毎朝やっているダンス、これはお祝いのパートなんで、ここで皆さん退出いただいても大丈夫。でも一緒に踊りたいよ、お祝いしたいよという方はぜひ私たちと一緒に踊ってください。コヒーダンスっていうのは、コヒーダンスというのはね、コヒーダンス状態で踊ると、あなたは踊りのステップが自動的に入ってきて踊れるようになるということを意図しています。で実際にそれが私に起きた、そして他の人にも起きているという現象があります。で全然ダンサーじゃなかった人がですね、実はどんどん踊れるようになってるんですよね。それがすごいなと思って。で今日は全部で4曲毎日デイリーコヒーランスの後に練習している曲をやります。でこれをやるにあたっては、私はまたオーディオをシェアするって言われるのかなですよね。合ってますね。いいですかね。はい。ではいいかな。これできてないですよね。オーディオシェアっていうのを今やってるんですけど、できてますか？ルチアできてる感じ？さっきできてなかった？大丈夫かな？オーディオシェアをやってます。はーい。では皆さんかけますよ。準備はいいですか？スタンバイしてください。ダンスチームもうね、遠くから来てるんですよ。ダンスチームがね、すごいと思います。はい。では行きます。京子ちゃん、待ってください。京子ちゃんいない？京子ちゃんがいないので始められます。あらはい、OK です。ちょっとあれ、音が鳴ってないし、何が起きたんでしょう。はい、音が鳴ってないという現象が起きたので、もうちょっともう一回やってみます。踊るよー。待ってくださいね。ダンサーチームの皆様、フォーメーションを組んでくださいね。音が鳴らないんだけど音が鳴らない。何？あ、私今脱ぎます。はい。これから脱ぎますね。はじめちゃん、音を出すのをやってもらってもいいですか？私の出ないんですよ。ここの音声の設定で、音声の設定、音声のカメラの人の設定、はい。何にも変えてないんだけど、さっきと。どこ？もう一回、一旦このなんだ、これを消してみますね。切ってもう一回立ち上げます。ちょっとお待ちくださいね。ダンサーチームの皆さん、待たせて申し訳ない感じがします。これが、分かった。ここの設定です。違うんです。音最大になってる。なるかな？聞こえないよね。音が出てない。みんなは鳴ってるんですね。わかりました。
着替えてきます。脱ぎます。脱いでくださこれを踊った時にどう上がるかっていうね。ああ、私ダメだったんだよ。どうしたみんなで歌いながらやるけど、ボックスを確かに見ますね。軸で、いいそうです、軸です、軸。これがですよ。何が違うんだろう。朝まで鳴ってたのに。それだけですね。何も変わってない。もう一回つけて。何があったかわからない。聞こえないですね。いや、ユミさんから出なかったら他のから出せますか？はい、じゃあそれでいいですか？けど、それが絵は出してね。ユミさんいつの間に真ん中にいつの間に服をみたいな。いつの間に服を脱ぎました。さすが。あっという間に。じゃあ踊りを。いいですか？スタンバイ OK。一旦止めなきゃダメだね。もう一旦止めます。すいません、一旦止めます。一旦止めます。はい、もう一回入れてみます。そうだね。羽織ってるね。羽織ってるから。じゃあここから。はい。音は出せるけど。音だけでいいよ。大丈夫。ではなくても。じゃあみんないいか。ここに2人のダンサー。はい、行きますよ。Even know I can make your hands clap. I said I can make
お祝いの会でした。自己表現とムーブメントが運動のニーズをめちゃめちゃ汗だくです。はい、リタバリー。ごちそう食べますとか。はい、リタ is still here. You want to say something? Hi, Rita. I love your wish I could be there dancing with you. 一緒に踊れたらどんなに踊れたら You are welcome anytime. Welcome. You are welcome really anytime. You know what? We're waiting for you. We have been waiting for you. Yeah, that's true. That's true. So you can extend your trip till December, maybe not. それでは皆さん本当に予定が10分遅れてはい。Okay, I have to let you go. Everybody, thank you, Junko. I want to say special thanks to Mami, Junko. Junko, Mami chan. These are Hiroshima staff. Say one thing to Hiroshima のスタッフです。Mami chan, Junko chan. Mami, and and everybody here. A connection and the friendship and the nakama, the companionship, the love is filled. マミちゃんも一言ありがとう。ありがとうございました。Okay, and the time is up. We have to go. Thank you very much. 参加してくださってありがとうございます。See you later. I love you later. 皆さんありがとう。次回12月18日です。ありがとう。さすが。はい、皆さんありがとう。大丈夫だったね。フィランス。リタがいなかったのがあってる。なんか話し処理の遅くなって家に入れなくなっちゃった。だから始まりの時にいなかったからロリーがすごいうまく終わってた。めっちゃ我慢してる。お疲れ様。リタがいない。読みやらしくなって家から降りて入れないで。中でもあの時のような感じは構えがないから僕らこういうのしちゃってるただ単に遊びに来た感じでやります。そうだね。私もなかったんで、ミュートに入れる。ちょっと下がればなるんですか。大丈夫です。
表彰